まあ家でお家で買う場合って置き場所っていうのが結構、悩まれるんですけど、普通に夏場あれだったら、沖縄だったらどっちと東、西日を避けるような、もうとりあえず午前中の太陽目いっぱい当たる、だけど3時以降の西日は避けた方がいい。もう西日が強いと沖縄は強いですから、これでも結構弱ってくるのが多くて、だから後々枯れるのも結構多いです。とりあえずもう東の太陽をとりあえず当てるような形にしたら大丈夫です。一日中もう日当てなくてももうとりあえず午前中のもん目いっぱい当てたらもう十分です。僕なんか結構室外機の上とかに置いてるんですけど、なんか、室外機からのこの熱風が上がってこなければ大丈夫だと思いますけど、で室外機の上にすのこ置いてみたいなのやってるんで、コンクリート直接とかはあるんですか？そう、どっちかというとビール箱とか、なんかブロックとかで少しコンクリから離してあげると大丈夫です。照り返しとか、そう直接あれするとまた直接もう照り返しが来るとあれだけど、多少今2、30センチ上げれば、これでも風通しがすごい変わりますから。だと思います。あと一番多い質問が虫が出ましたっていうのがあるんですけど、ハイビスカスにとっての天敵ってどんな虫が？基本はアブラムシ、コナジラミっていうのは温室があるところではコナジラミが発生します。あとはもうハマキムシ、葉っぱがぐるっとこう、こんな感じだと、こんな感じだとくるくるこうしてぐるぐるこなしてこういった状態ですね。こういったになってるのは中の方に虫がいますから、こういったこれはハマキムシですね。あとこういったところに出る貝殻虫、真っ白くちょっと粉が吹いたようなものができるのは貝殻虫。あとこの上の方に白い綿みたいのが、特に新芽の時には多いですけど、綿みたいができるのは基本綿アブラムシだと思います。これはアブラムシの薬で、すぐ枯れます。これがひどくなると葉っぱがちょっとねじれてるようななんていうのかな、こうだんだん縮まってくるような葉っぱになって、ここから弱ってきますので、基本はアブラムシの薬をかけられると治ります。なんか結構スプレーとかしても全然効かないんですけど、最低でも農薬っていうのは3種類を、この成分の違う3種類をローテーションして使っていって、その間にまた別の薬を入れるとか、大体もう2回ぐらいローテーションしたら1回は別の薬で処理した方が効きます。あともうホームセンターとかでスプレー式の買っても僕はあんまり効果ないと思いますね。あれはそんなにまで害がないように、人間に害がないと相当薄められてますから、それを自分たちでこうして1000倍だったら1000倍で作った方が逆に効果あります。ただ上からかけても効き目ないです。こうしてあったら上からこうしてシュッシュしてかけてもそんなに効果ないです。下の方から吹き上げるような形でもやらないと、葉っぱの裏に結構残ってますから、こう上だけじゃなくて下の方もこうしてかけるような形にしないとなかなか死なないですね。だから虫も抵抗力がついたり、それが効くもんだから、だから最低でも3種類のこの成分の違うものをローテーションして使う。葉っぱにとか木に浸透させる系の、そういうのだったら長持ち。それはありますね。だからハマキムシの場合はあんまり数がなければ、もう葉っぱ自体取って処理した方がまだ早いです。その方が早いです。農薬あんまり使いたくないと言ったら、農薬でも普通の家庭用だったらもうスプレーか、あとはもう電動のものとかそういったものでやりますので、あんまり中まではこう液がいかないと思いますので。お家で育ててる方におすすめの農薬とか普通に買えるかどうかわからないけど、JA の資材とか、そういったところ行ったら、コナジラミに効くのが一番僕はコルトだと思ってます。それでもアブラムシにも効果あるし、あとハダニにも効果あるし、ハダニも予防とかして使います。あと貝殻虫も少し予防として入ってます。だからこの薬使うのからカマキムシじゃなくて貝殻虫の予防にもなるし、あとハダニの予防にもなりますから、
1000円程度で、1000円ちょっと前後ぐらいかな、そうですね、で買えますから、そうじゃなければ、あとはもう、ちょっと匂いが強いのは効く感じがするんですけど、あんまり民家が隣になると、匂いついたもの、匂いがひどいものは、あんまり使用しない方がいいですから、だからとりあえず水和剤で粉のものがありますから、ああいったものを農協の人とかに聞いて、こういった感じのあれがあるんだけど、これに効く薬はないですかって確認した方がいいですね。そうですね。で、あとは肥料ですね。肥料は基本は窒素リン酸カリがオール10、10、10、バランス、それのIB 肥料をこれを基本に使ってます。だけどあんまり葉の色が黄色っぽく多くなってくると、逆にまたちょっと速効性で15、15のこの CDU、それを一つまみ程度に入れたりとかしますね。であと肥料入れた時には必ず水をかけられると早めに浸透しますから、それをやった方がいいと思います。もう1年通してずっと定期的に。そう、大体もう IB 肥料だったら1ヶ月から1ヶ月半ぐらい。この IB 肥料というのは小さな、何ミリぐらいかな、5ミリから7ミリぐらいの、円形の丸くなってますので、これ入れて1ヶ月後ぐらいにこれ1個取って、指でこうしてこすると崩れるともう効果がないと思ってくる。そうするともうまた入れる。それでやった方がいいです。あともう本当に葉っぱが黄色くなったらもうどっちかというともう速効性で CDU を入れた、もう本当にもう一つまみ程度ですね。こういうふうに3本の指でつまむ程度パッて入れるぐらいで十分です。あとたまになんか葉っぱだけが元気だけど花が咲かない。これは逆に葉っぱがあんまりもう黒々としてる場合には、逆に肥料の与えすぎです。そうするとつぼみがなかなか持ってこないので、そういう時はある程度どっちかというとリン酸系の肥料をちょっと入れるとか、あと葉っぱに散布するとか、そういう感じでやれば色落ちてくるとつぼみも持ちやすくなってきますから。あんまり本当に濃いと葉っぱと枝だけ成長して花つきが悪くなりますから、多少はもう色を落とすような形にしたリン酸系とか巻いた方がつぼみのつきは良くなってきますよね。逆によくあるのが葉っぱが黄色くなってくる、あれっていろいろ原因はあると思うんですけど、あれはもう虫とかね、虫がもう多くなってくると葉っぱが特に肌にが多くなってくると葉っぱが全体的に黄色くなったりとかしますから、これはもう要注意で、肌にの見分け方っていうのは花の枝の先端に霧吹きで水をかけると、霧で霧状にして水をかけるとクモの巣みたいのが見えますので、それがあるともう確実に肌にです。その後はもうこれがひどくなってくると葉っぱがどんどん落ちます。だから確認するのはスプレーで霧状にして上の葉っぱの一番上ですね、こういったところこういったところにこういった場所にこうしてスプレーをシュッシュッシュッとかけると、クモの巣この辺に水滴がキラキラとこの枝の葉っぱの間ぐらいにこうしてクモの巣ができると、この辺にクモの巣ができると、それはもう大体肌にと思った方がいいですね。なんかね、そこの葉っぱの裏も黒くなってるのがすす病みたいな。あれはすす病ですね。葉っぱの裏ができるのはすす病。これはもうこれが嫌だったら殺菌剤でも葉っぱの裏もシュッシュッシュッとして、だけど殺菌剤やっても普通のもう手でやるスプレーでやってもほとんど落ちないです。だからこういったのも歯ブラシでなんかたわしかなんかで軽く落とすか、そういうふうにした方が逆にいいです。あれは菌なんですね。菌ですね。あれはもうどっちかというとすす病といって、アブラムシとか密集した場合にとか結構多くなったりとかしますけど。
糞とか、アブラムシがあんまり密集するとハエとかも寄ってきやすいから。ハエとか、だからそういうあんまり密集してくるとそれからなんかすす病みたいな感じでこう出たりとかするのもありますから。まああれ自体は害はないですね。まあ葉っぱはでも後々黄色くなって落ちます。だからもう見たらもう早めにこう布巾かなんかで拭くとか、あんまりちょっとひどくなると柔らかいこうブラシで軽くこするとか、そんな感じでやれば。だけどあんまり数があったらもう葉っぱを落とすか枝切るかやった方が一番早いですね。だから虫がいても葉っぱ黄色くなるし、肥料を与えすぎても黄色くなるし、逆に与えなさすぎても黄色くなるし、与えすぎると葉っぱっていうのはあんまり黄色くはならないですけど、与えすぎると逆に真っ黒くなってきて、逆につぼみが持ちづらくなりますから。あと火にも当てすぎてもまた早け。そうそう、西日当たるともう日焼けたり、あともう10時以降には葉っぱにはもう天気のいい時は葉っぱにはかけないことです。葉っぱにかけてしまうと日焼けみたいな感じになりますから。基本はもう日が昇るまでとか、あと8時ぐらいまでに葉っぱにかけるんだったらかけた方がいいです。あとたまに聞くのがなんか急に違う環境、急に寒かったり暑くなったら葉っぱが黄色くなるとかあるけど、環境の変化がそれもある。だから沖縄とかで購入して、ね、東北の方とかそういうのに運ぶときは、最初はもう開きづらくなりますね。ああいう時はもう急に外に出すというか徐々にやった方がいいです。夏場だったらね、別に沖縄から送ってもすぐ外に出しても大丈夫だけど、もう今送ったりすると向こうはもう冬でもう寒いですから、もう外には出さない方がいいですね。そうなんです。いろいろ質問させていただきました。